日本語がわかりますか？これ広告で大量に流れてこない？もう100回くらい見たよ。I can't believe I'm learning Japanese right now. This is insane. ここまで言えるからね。それはどうでもいいんだけど、コンビニの日本語ってさ、めちゃくちゃ難しいよね。例えば、挨拶が、しゃぜー、おざす、おざますみたいな。もはや日本語なのかって考えちゃうよね。それだけじゃなくて、これ読みますか？歌いますか？元気ですか？シートガチで意味不明だよね。発音がごちゃごちゃに崩れてて、全然聞き取れないでしょ。外国人の観光客大変そうだね。普通の会話だとそんな早くないのに、なぜかコンビニは倍速みたいな感じ。半端ないんだよね。アメリカのテレビの生放送を視聴してて、天気予報が放送されてたんだけど、日本のアナウンサーみたいな、今夜のお天気は曇りのち晴れでしょうっていう感じじゃなくて、無なの。誰も出てこない。何も言葉を喋らない。ただ情報が存在するだけ。英語を練習したいと思ってだいぶ期待してたんだけど、英語ゼロだったからちょっと残念だったね。この間ガソリンスタンドで友達と大声で会話してて、いつもと比べて倍ぐらいの音量でとんでもなくうるさい声で爆笑して盛り上がってたら、男性の店員に注意されて、騒ぐのはご遠慮くださいって叱られちゃって、だいぶ恥ずかしい経験しちゃった。とても反省してます。これからは気をつけます。こうやってしっかり謝る。これ本当に大事だよ。歯医者とか病院とかだいぶ苦手なんだよね。この前あったのが、看護師が注射を打つじゃん。うわーって叫んじゃったの。当たり前だけど注意された。騒ぐのはご遠慮ください。で、また同じセリフを言われちゃったんだよね。なんか僕っていつも怒られてる感がある。過去の話なんだけど、友達を何人か連れてマックとかで集まるんだけど、僕って遅刻しまくるの。何度も注意されたんだけど、今まで遅れた回数はもはや数えきれない。間に合うことの方が珍しい。寝坊しちゃったり、電車の乗り換えに失敗する。自分で地図を確認するのも苦手で、友達に案内してもらわないと秒で迷子になっちゃうんだよね。自分でもびっくりする。LINE の返事が遅くて約束を守れないとかね。それで迷惑をかけちゃうのよ。だから近頃は遊びに誘われても遠慮するようになっちゃったな。僕はいいやみたいな。断るようになっちゃった。人生適当に生きてるからな。小学校時代に忘れ物しちゃって、確か社会のテストの直前に予習したことを書いたノートが机の引き出しになくて、探してもなかったから復習できなくて、試験で0点だったんだよね。その時先生に説明はしたけど、言い訳はいいから勉強しろって言われて、また叱られちゃった。失敗したなと思ったよね。ちょっと泣いてたね。海で釣りしたり貝を拾うのが趣味なんだけど、砂とか泥が服にかかってありえないくらい汚れる。毎回服を着替えたり靴を取り替える必要があって、カニとか魚を捕まえるのは好きなんだけどね、そこがめんどくさいと思っちゃった。いい習慣のはずなんだけどね。役に立つかどうかは別だけど。最近まで太ってたんだけど、健康の意識が上がってて、今年こそ健康になるって決めてダイエットしてる。生の魚が体にいいからかなり摂取してる。苦い青汁とかも飲んでる。匂いがダメなんだけど、栄養が足りるかなって心配になっちゃうから我慢しながら飲んでる。努力してる自分を褒めてほしい。床屋さんとか美容院で髪を切ってもらうときにめっちゃくすぐったいの。この症状本当に治したい。動かないでって言われても動いちゃうんだよね。だから電話で予約する段階で2分くらいで一気に切ってって伝えてる。そうすればどうにかなる。もうご了承だよね。僕ってタレント事務所で働いてた時期があって、字が下手すぎて事務の仕事が全然できてなくて、住所もまともに書けないの。上司がびっくりしてたんだけど、驚くのも無理ないよね。だから国語辞典開いて漢字の復習をしてたんだよね。いい大人なのにめちゃくちゃかっこ悪いって自分でも思ってる。日本の夏って気温がやばくて冷房が必須なんだけど、着物とかで外出るのがしんどい。あと湿気もやばいし、それに台風が本当にすごくて、突然雨が降り出してほんの一瞬でシャワー浴びてんのかなってくらいびしょ濡れになるの。だいたいコンビニで傘を買うんだけど、まあまあな値段するでしょ。1000円ちょいとか。高い金を払うわけじゃん。傘が盗まれるのは無理もないよ。雨が止むまで待てないだろうし。はっきり言って最近の日本人あんまりお金ないし、経済の状況が良くないからね。生活が苦しいのは政治が悪かったね。これは難しい問題だよね。
去年パソコンを買ったんだけど、すぐ故障しちゃったんだよね。ゲームやり込むからそのせいだと思うけど、壊れるの早すぎじゃない？しかも治るのは時間がかかる。まあゲームで負けるとパソコンを殴るから、それが良くないんだろうね。イライラがゲーム機とかパソコン本体に向かうんだよね。コントローラーを投げるとかね。悪い癖なんだけど、なかなか治らないんだよね。最近はすっかり秋だなぁと思ってたんだけど、いきなり寒くなったね。暖房が必須だよ。冬の季節もだいぶやばくて、道路で滑るんだよね。交通事故で亡くなる人も増えるし、場所によっては水道が凍る。東北地方とか北海道とかね、再来月あたりは死ぬほど寒くなるんだろうな。僕の実家が田舎すぎるのよ。田んぼに苗を植えるとか、湖で釣りしてるとか、森で散歩してるとか、春だったらお花見してるとか、田舎の娯楽ってつまんないのよ。みんな親切だけど、刺激が少ない。それに不便だし。だから僕は東京が好きなんだよ。ビルだらけの景色がたまらない。家の周りを見渡しても、草とか葉っぱが少ないのがいい。虫が出にくいからね。動物園とかもあるし、僕にはニューヨークとか向いてんのかも。アラスカとか絶対不向きだよね。生活できる場所とは思えない。もう地元に戻ることはないね。港とか空港があってすぐ東京に移動できるなら考えなくもないんだけどね。もう都会に慣れちゃったからな。再来週あたりから入院するんだけど、レーシック手術する予定で、丸が映ってるやつで検査した結果、視力 0.1 しかなかった。それが 0.5 になるらしい。だからめっちゃ楽しみ。でも病院ってなんか怖いから、できる限り1日でも早く退院したいなって思ってる。すっごい昔なんだけど、水泳スクールに通ってて、プールが深いからよく溺れてた。あと、先生の足を踏んでた。その先生は優しくて親切な人だったから、あんまり怒らなかったんだよね。いい人だなぁと思った。僕って昔から眠りが浅いから地震の夢を見ることがめちゃくちゃあるんだよね。僕の住んでるマンションって2階建てなんだけど、建物が揺れて棚が倒れてきたり、ガラスを踏んで怪我をしたり、隣のアパートから火が出て火事になっちゃったり、そういう夢ばっかり見る。災害には気をつけなきゃね。安全が第一だよ。月と太陽が落ちてくるみたいな変な夢もよく見るけど、これは気をつけようがない。その時はその時だね。指輪とか腕時計とかアクセサリーを集めるのが趣味で、星の形の飾り物とか見つけてテンション上がるんだよね。100円ショップの安物だけど値段以上の価値があると思うの。友達の引っ越しを手伝う機会があって、平日の昼間から10キロの荷物を届けるっていう地獄みたいな作業をしてた。エレベーターが開く時に挟まれそうになったり、ドアを開けるだけでも大変なのに報酬とか一切なかったの。ちょっとしたお礼は欲しいよね。最近空気が乾燥してて、お風呂から上がって髪が乾いた時になんか毛がパサパサなんだよね。触ると違和感がある。季節のせいだと思うけど、布団に入る時もチクチクする。なんか不快なんだよね。だいぶ昔の話だけど、家から学校に向かう時になんか具合悪いと思ってたんだけど、それでも学校に行かなきゃと思って無理して行ったら、結局体調崩しちゃって親が迎えに来るっていう。まあ無茶するのは良くないよね。何事もほどほどにしよう。もうすぐ誕生日なんだけど、普通の人なら喜ぶイベントだよね。でも人生の中で誕生日のお祝いってあんまりされたことなかったの。たった一人でケーキを焼いて、お湯を沸かして、コーヒー入れて、イチゴとか飾って、一気食いして一人で片付ける。ゴミを捨てる。毎年微妙な気分になってた。特別な感情湧かなかったね。都内の大学に体験入学をしたことがあって、研究室を見せてもらって講義を受けてみたら結構楽しそうだった。興味は出てきたんだけど、卒業が大変だから苦労しそうだなと思った。もし入れるなら東大か京大に入りたいけどね。東大生になりたかったね。意外かもしれないけど、絵画が好きだったんだよね。塗り絵が楽しかった。赤と黄色を混ぜるとオレンジになるとか、黒と赤を混ぜると茶色になるとか、赤と青を混ぜると紫になるとか、結構知ってるんだよね。好きな色は白と緑なんだけど、この2つの色ってあんま使う機会なかった気がする。なんでだろうね。僕が社会人の時、仕事の会議って毎週開かれてたけど、有意義じゃないよね。会議室でさ、課長とか部長が今後の計画を話してんのに、スーツの格好をしたじいさんたちがただ座ってるだけだったから、彼らは一体何なんだみたいな気持ちになって、給料泥棒かって思っちゃった。現代の英語教育ってさ、アメリカ英語の割合が非常に高くて、この方向性について賛成か反対かって聞かれたら、どちらかというと僕は反対なんだよね。大前提としてイギリス英語で学習するべき。ハリーポッターと秘密の部屋とか、そういうコンテンツを土台にして英語の音声とか英語の表現をどんどん脳に定着させていくことが日本人にとって最も必要だと思う。そこが一番重要じゃないかな。アメリカ英語はハードルが高いから途中で挫折する人が多いんだよね。
今単語一覧を見てて、展覧会とかワープロとか、これは普段使わないなっていう日本語が結構あって、道を尋ねるとか家を訪ねるとか普段使うかな。文学とか小説だったらあるかもしれないけど、めったに頭から引き出さない単語って扱いが難しいよね。翻訳するのが難しい単語もあるし、悩みどころなんだよね。相談する相手が欲しいね。